久しぶりに来たベトナムは。あんまり変わってないかな。そうだね、いやもっともっと変わるかなと思ったけど、僕らは3年半ぐらいかなベトナムに住んでたんだよね。そうだね。日本の会社に勤めてたんですけど、それの海外出向で駐在員としてホーチミンに来てました。はい、でその時はねレジテンスって言ってホテルのサービスアパートメントみたいなところに住んで、結構贅沢な生活をさせてもらってました。だから俺は仕事があったけども毎日何もすることなかったんだよね。そうなの、ね、何もね特にすることがなくてサービスアパートメントってお掃除も入ってくれるし。そうだよね。お洗濯もしてくれるし、洗濯掃除もしてくれて、そう洗濯もしてくれるところだったんだよね。でベッドメイキングも全部ピシッとしてくれて、でご飯もねデリバリーで全部家に届くような生活だったんで。そうだね。贅沢だったよね。贅沢だったね。でそんな生活を3年半ぐらいして、日本に帰ってでちょっとして仕事を辞めて長野に移住しました。で長野移住して今2年ぐらいそうだね。で楽しく過ごしてるんですけど、久しぶりにちょっと東南アジアを見てみたいなということで、まずはよく知ってるベトナムに遊びに来ました。でもベトナムどうだろう。俺が一番最初に来たのが2007年なんだけどさ、2007年から毎年来てて、長い時は年の半分ぐらい来てたんだけど、最初ね例えば有名なフォー屋さんが2万ドンぐらいだったの。それがそう安かったですよ。でも今それが10万ドンぐらいしてると思うんだよね。お給料が最初80ドルとかだったかな、ワーカーの工場で働くとね。今だと300ドルとかになってると思うんだよね。だからもうその成長率っていうのを見たら、毎年のベースアップが5から 10% ぐらいずっと上がってて、特にこの地域はさ人の取り合いだからもう3年で3倍ぐらいに給料がなるとか。東南アジアの成長率って言ったらやっぱすごくて、なんか多分皆さんが考える東南アジアって言ったらもう安くて豪遊できるみたいなイメージを持ってると思うんですけど、決してそうではなくて日本に近いような金額だったりちょっとしたもんだったら日本より高かったり、特に健康とかオーガニックとか、そういういいものを調達しようと思ったらすごい高くて、もう日本より高いような感じだよね多分。だから生活費も2人で詰め詰めでやっても月1000ドルだから今で言ったら15万円、だから宿代電気代交通費がほとんどかからなくても1000ドルぐらいはかかったりしてたんで、そうだね、決してアジアは安いっていう感じではないっていうのが僕らの印象なんですけど、実際旅できたらどうなのかなっていうのを今回ちょっと見てみたいなっていうので来ました。で僕なんかはもともと貧乏旅行をよくしてたんで、貧乏な安い旅行もいいんですけど、実際どれぐらいで旅行できるのかなっていうのもちょっとしていきたいなと。全部ローカルのご飯食べたらいくらぐらいでこう生活できるのかなとか、それこそ駐在員が行くようなところばっか行ったらいくらぐらいになるのかなとか、で外国人がいっぱい住む地域とかもあるんで、そういうところだったらどういうことができるのかなとか、そういうのをちょっと見てみたいなと思ってます。今まで僕らのチャンネルでは、長野県中心に美味しいものだったり観光地なんかを紹介したり、アウトドアスポーツをね通じていろんなことを紹介したりしてきたんですけど、ちょっとベトナムはちょっと視点を変えて、もっと駐在員とか駐在員妻、中妻って言うんだよねどういうここだけで言うのかアジアだけで言うのかちょっと分かんないんだけど、もっと中妻がどんな生活をしてたかっていうのとかをご紹介できたらなと。でどれぐらいの物価感かなっていうのもちょっと見てもらったり、でやっぱり駐在員だから知ってる旅の仕方というかホーチミンの歩き方みたいなのもご紹介できると思うんで、そういうのをちょっと何回かに分けてやっていきたいなと思ってるので、ぜひご視聴いただいてコメントいただけたら嬉しいです。グッドボタンをできればお願いします。よろしくお願いしますでちょっと今回の動画に関しては Vlog 風には多分撮らなくて、ちょっとテーマごとに例えばローカルフードだけをまとめてみたり、奥様が好きなような観光地だけを回ることとかをまとめてみたり、
ショッピングだけをまとめてみたりとか、ちょっとどういう形になるかわからないんですけど、その日のうちにこう流れで1日の流れをみたいな感じではなくて、ちょっと飛び飛びにいろんな動画を差し込みながら紹介するような動画になると思うんですけど、ぜひ見ていただけたらと思います。もういっぱい飛んでんだね。ビーフはフィッシュじゃないの？あ、美味しそうだな。いいね。久しぶりの VN のご飯。いいね。Reservation is colliding. 見えてるね。どんよりしてます。ここがタクシーです。タクシー市内までだいたい前は20万ドンくらいだったんですけど、今35くらいになってます。35万ドンくらいでちょっと値上がってます。で、空港で SIM とかも使えます。今ね、両替聞いてきたら1万円がね160万ドンぐらいだね。ちょっと街中とちょっと比べてみようか。そうだね。どうやって行こう。バスかな、やっぱり。バスだといくらで行けんだろうね。あ、ここに料金書いてあるよ。7000ドン、そんなのだったっけ。5000、6000、7000ぐらいかな。よいしょ。1人5000ドンで、バッグも1つ5000ドン。だから2人で2万ドン。120円ぐらい。すごいね。安い。This is actually the lowest we have. なんかさ、もうちょっと綺麗なさ、バスのエアコンなんかがさ、Wi-Fi 取ってて。あ、そうそうそう。もうちょっと高いね、バスが。普通の市営バスだからな。出ました。ここから6キロぐらいかな。見て見て、歩道。そうそう、右見て降りないとやばいよ。あ、そうです。皆さん気をつけてください。バス降りるときね、右からバイクが来るから、あ、そう、右って日本と反対なんで、右を見て降りないと危ないです。OK、カモンデュー。はい、バイバイ。カモン。降りれました。すげえ親切。混んでたけど、すげえおばちゃん親切だった。さあ、どこだホテルは。今日はとりあえずもうすぐ近くのさ、泊まったことのないホテルを取ってるから、ホテルっていうかアパートね、アパートホテルを取ってるんで行ってみましょう。あったあった。わーお。いい感じです。よし、行きますか。じゃあまずは両替から
両替で一番いいところは、空港がね1万円で160万ドンで100ドルが240万ドンだったんだけど、何箇所かね今までも調査したけど、結局ベンタンの前のさ1箇所がダントツで安いでしょ。だからそこにちょっと行ってみようか。さあベンタンにやってきた。ベンタン市場。すごいね、にぎわいが戻ってるね。俺らがさちょうど最後のベトナム1年ちょっとか、もうコロナでさ全部お店も閉まってたでしょ。そうそう。じゃあ今から両替に行きます。ハータムっていうベンタン市場の横にある両替屋さんです。両替できました。できました。200ドル書いて US200 ドル、491万ドンで、空港が240万ドンだったからそんなに変わらない。だから数万円だったら空港でもいいかもしれない。そうだね。ただ空港の場合は出た一番最後のもう本当に出口あるじゃん、出る手前に銀行が何個か並んでたからそこがいいかもしれない。で日本円今変えようと思ったら1万円で165万ドンだから、空港が160万ドンぐらいだったから、5万ドンぐらい違うかな。まあまあいいね、レートは。いい感じです。そんな感じです。はい、ここがベンタン市場です。1区だね。ここが1区のベンタン市場で、この奥がオペラハウスで、この大きなのが高島屋が入ってるビルで、上の方がセドナっていうサービスアパートメントで、ホテルにもなってます。ここはなんでここ泊まるとめちゃくちゃ便利だね。で横にビテスコタワーがあって、で前はこれが結構高かったんだけど、今はこの奥ちょっと見えてるか、あそこにちょこっと見えてるのがランドマーク81だね。一番高いビルです。でここがまだできてない地下鉄、この下をずっと地下鉄が走ってきます。でここら辺には駅の入り口はないか、あるね。あそこに駅の入り口があります。ホーチミンの地下鉄は日系の力で結構やってるんで、地下鉄の出入り口がすごい日本の地下鉄に似てますね。ちょっと後でどっか駅があったら映したいと思います。ここがどうだろう、6、7年歩けなかったんですごい便利になりました。わあすごいな、この地面を地下鉄走るんだもんな。ベンタン行ってみましょう。町があれだね、市場って意味だね。うわにぎわってるじゃん。あれ商売気がなくなったなあれおかしくないいやいやすごかったよ前、なんかもうなあ全くじゃん。そんなことある？ちょっと寂しいぞ。これがメインで、横とかもねずーっとあるんだよね。で半分がさ衣料品で洋服とかで、こっちがお土産物で、もうちょっと奥が食べ物だよね。でこういうさ乾物も結構ここ売ってるんだけど、乾物だったら安藤市場とか行った方が安いかな。そうだよね、カシューナッツとかが。なんでここは観光地のど真ん中でいろいろ見て楽しむようなところだね。
杯。乾杯。うまい。いや、美味しい。うまい。パッションフルーツ最高です。モヒートはどう？モヒートも美味しい。ベンタン市場の横のピザ4ピースっていう、まあベトナムに住んでる人とかにはもう超メジャーなお店かな。もう今やもともとホーチミンでさ、レタントンっていうところの1箇所に2012年ぐらいにできて、できた当初もうすごい嬉しくて結構みんなで行ったりしてたんだけど、それがどんどん増えてって、ハノイにできて、ダナンにできて、カンボジアにできて、インドにもできたのかな。でついにこの12月に日本の虎ノ門ヒルズにもできるんだよね。そうそう、着いて初日って結構体力的に疲れてるからさ、やっぱ不安じゃん、ローカルのご飯って。そうだね、1日目からね。そうだけどやっぱでも食べ慣れてるものを食べた方がいいかなっていうので4ピースに来ました。はい。飲み物もすごい美味しいからね。そうしかもこれ6万ドンだよ。6万5千ドンだから日本円で言うと300円、350円くらいかな今。今 0.6 掛けだから360円ぐらい。安いよ。ブラータチーズ美味しそう。やばくない？ねえ。切っちゃっていい？入ってるのがいいんだよな、この南国のフルーツでさ。生ハムと、これなんだ？マンゴーとドラゴンフルーツでしょ。でスイカと、あとポメロだね。ポメロも入ってる。ポメロってなんだ日本語で？ポメロじゃない。グレープフルーツじゃないし、分担みたいなもんだろうな。いただきます。うわ、うまそう。うまい。美味しいよね、これ最高だよね。優勝です。優勝、本当に。1400円ぐらい。まあまあかな。はい、パスタが来ました。16万ドン。これはね、16万ドンだから900円ぐらい。そうだね。やっぱ4ピースといえばさ、チーズでしょ。そうだね。ナチュラルハニー。結構ベトナムもさ、あれが多いじゃん、蜂蜜が。そうそう。ね。多いね。しかも生蜂蜜だっけ？なんか加熱してないのが結構あってさ。結構さ、私たちがいる時にもお土産で買ってく日本人のね、駐在の人とか結構いたけど。結構いたでしょ。ロンガンとかさ。すごいじゃん。すごいトロトロなのよ。はい。いただきます。ブルーがいます。ブルーがいる。美味しい？美味しい。これがね、24万ドンです。1500円ぐらい。そうだね。87万ドン、5300円ぐらいだね。そうだね。バイバイ。さあちょっとフラフラしていこう。
さあ困った時の高島屋です。日系だからね、安心だよね。下に行けばデパ地下もあるし、高級なスーパーも入ってるし、高島屋の隣にこれがセドナスイーツです。ここはアパートメントなんですけど、1泊から泊まれるんでめちゃくちゃ便利です。もうここだったらどこ行くにもすぐ行けるんで最高ですね。お、シャトレーゼだ。あとビアードパパ、ショートケーキが600円ぐらい。違うか、500円ぐらい。地下鉄の駅、これオペラハウス前じゃない？あ、オペラハウスって書いてあるもんね。ほんと日本の地下鉄の駅みたいでしょこれ。そうだね。ねえ、この通りがドンコイです。シェラトンがあったり、カラベルホテルがあったり、あとあっち側にはパークハイアットがあります。ガソリンが22,000ドンとか24,000ドン。わー、高いね。130円ぐらいです。おはよう。じゃあ行ってみますか、今日も。結構昔からベトナムはすき家があります。すき家が45,000ドンから300円ぐらいからですね。やっぱりエネルギーがすごいな。なんかもうこの喧騒とさ、みんなのパワーとなんか熱気がすごいよ。もう見えてきたんじゃない？タンディ協会すごいよね。これとかもさ、バイクの人にさドライブスルーでしょなあカモンニュー15,000ドンだから100円ぐらい、90円ぐらい。オペラハウス、ここだね。ここまでが30分、2キロあるって結構遠いんで、バスマップ使います。バスで行きます。これはすごいよ、優秀だよね。で、今ここにいます。タンディ協会で行きたいところがオペラハウス。ちょっと名前がわからないんで、ここにオペラハウス入れます。オペラハウス、はい、目的地までのルートを探す。はい、バスはこんだけあります。すごいね。153メーター先からこれ乗って6分。1分後に来て次5分後。1分後のは間に合わないんで5分後に乗ります。で、6000ドン。めちゃくちゃ簡単です。よし、行ってみよう。このね、バスが到着何分後に来るっていうのも全部わかるんで、すごいです。もうベトナムの IT というかこういうアプリはすごいね。バス停はここです。
この青いやつね、あれ、この青い看板がバスのバス停の目印。はい。6000丼1人36円。公共交通機関はとにかく安い。安いね。めちゃくちゃ安い。グラブっていうのが、まあ日本でいうウーバーだね、こっちはグラブなんですけど、でライドシェアがあって、ここでオペラハウスまでここからやると、で時間によって値段はどんどん変わっていくんだけど、今だと3万2000ドンで、ちょっと朝よりさっきより安くなってますよっていう、でこれが4人シートで、この7っていうのが7人乗りの大きいやつよね、でグラブバイクはまた別であるんだけど、3万2000ドンなんで200円ぐらい、めちゃくちゃ安いです、2キロぐらいなんで、まあまあタクシーだとどうだろう、5万ドンから6万ドンぐらい、でタクシーだと最初に料金が決まらないんで、渋滞してたらどんどん値上がりするし、遠回りされたり、ちょっと心配なことも多いので、もうグラブが絶対いい。そうだね、最初に値段が決まってるからね。でこの乗る人の評価とかも全部見てわかるし、エマージェンシーボタンもあるから安心だし、いいです。いいよね。はい、今はこの青いところにいて、目的地が赤いところなんだけど、今ずっとこうやって移動してる感じを出してくれてるんで、あと何個目の停留所だっていうのが分かる。ここで今次の停留所過ぎて、でここで降りてちょっと歩きなさいなんで、でここの手前に着いたらこのバスにボタンがあるから、ボタンがある場合はボタンを押すの、でそしたら日本と一緒に降りて、でボタンないところとか壊れてるところが結構あって、そういう場合はベトナム語でスロンって言ったら降りるっていうことになるんで、次の停留所で降ろしてくれます。はい。めちゃくちゃ簡単だから、バスも結構楽しんでぜひ乗ってみてください。はい。安全です。見たら分かる通り、若い女の子が結構一人で乗ってたり、そうそうそう。学生さんもいっぱい乗ってるんで、私も住んでる時めちゃくちゃ乗りました。大丈夫、一人でも乗れます。回数券があったからね。そうそうそう、回数券もあるんだけど。買うとこが1箇所しかないんで、回数券はね。そうそうそう、旅行者にはちょっと難しいけど、でも現金でね払っていけば大丈夫なんで。で大きな現金だと払えないことがあるから、まあ、1万ドン、高くて5万ドンぐらいまでの準備が必要です。ここで受け取れるらしい荷物を。うわー、火事だ。結構火事は多いですね。やっぱ地下にバイク止めるのもあるし、電気系が結構配線がいい加減だったりするんで危ないね。結構ランチタイムだね。この新品2万5000ドン、2万5000ドン、トッピングライス安いね。ああいうのはローカルは屋台のご飯であれで150円ぐらい安いな。そう考えるとカフェが異常だよな。カフェが1杯6万ドン7万ドンすんだもん。あれ2万5000ドンだもんな。みんな食べてるよねえ。なんかシーフード屋さんができてるじゃん。こっちの人カニとかエビ好きだもんね。いくらぐらいだろう、ちょっと見てこう。シャコがでも1キロ1万3000円、ヒラメが1キロ5000円で、これあれだね、渡りガニが1キロ3600円めちゃくちゃでかいタラバが1キロ1万2000円か。高いな、すごいね。ロブスターも1万円か。わー、カニなんかは明らかに日本より高いな。まあ海鮮は日本より高いか。
ヒラメも1キロでだって5000円だよ。すごいよね。高いな。でもあれが売れるんだからな、すごいよな。すぐそこが無印良品とユニクロのところ、もうオペラハウスから5分ぐらいのところなんですけど、ここはレタントン通りって言って、まあ、日本人街だよね。今第1、第2日本人街っていうのもあるから、もともとある日本人街です、ここは。でここだったらもう日本食屋がいっぱい、もう山ほどあるな。串カツ屋さん、ビリケンさんみたいなのがいる。業務スーパーあるじゃん。とんかつが700円ぐらい。カツとじ定食。生姜焼きも14万ドン、700円。厚切りロースカツ定食18万ドン。まあ安いね、やっぱり。結構いい感じです。ラーメン屋さんも、ここダンボも結構美味しいラーメン屋。これ日本にもあるんだよね、確か。そうなんだ。これで1杯15万ドンぐらいから。普通の豚骨ラーメン12万ドンだ。九州の。やっぱそうだよね。12万ドンってことは800円ぐらい ?700 円ぐらいか。そうだね。さあ休憩です。いっぱいある。コーヒーとかフレッシュジュースがいっぱいあるね。6万ドンぐらい、300円400円ぐらいか。はい、来ました。ジュースピン、こっちがね、何だったかな、フライハイ、パイナップルとなんか混ぜてて6万ドン、5万9000ドン、いいね。360円。でこっちがココナッツコーヒー、ココナッツコーヒー、美味しそう。この路上のね、路地でね。いただきます。はい、乾乾杯。杯。これココナッツだ、美味しい。それ混ぜないとココナッツ飲んでるぞ、それ。本当だね。これやばいよ。ココナッツじゃん。これ超うまい。混ぜて、それフレッシュジュースだね、本当に。美味しい。さあカフェで休んで元気になって。すごいな、ここの発展ぶりは。なんだこれ、全然違うじゃん。まずこの橋ができてさ、向こう側にいっぱいビルができてるもん。うわ、すげえ。ちょっと上上がってみよう。マンハッタンみたいじゃん、夜は夜で。これ本当に自由の女神のあたりから見てさ、ワールドトレードセンターがまだあった頃のさ、でもあれはツインタワーだったか。ここの地下鉄の駅ができたらさ、いいな。スッと行けるもんな、どこにでもな。なんか肉がさ、外国人がいっぱい住んでてさ、ちょっとホーチミンの雑踏から離れられてオアシスだったけど、今はどうなんだろう。ここもさ、川の反対で橋がつながってもうすぐ行けて、そうだね。一区に近いけどちょっと静かで、これからいいかもね。よし、じゃあ街に戻っていくか。ちょうど帰宅ラッシュだね。すごいよ。東南アジアはさ、10年20年前の東南アジアじゃないよね、もはや。もう何でも安くてさ、っていう。日本に今もさ、いっぱいさ、技能実習生とか、出稼ぎに来てるじゃん。だから
東南アジアってすごい遅れてんのかなって多分思うけど、全然そんなことないな。ここ見たらすごいよね。このまんまじゃさ、日本は抜かれちゃうかもしれないなあ。やっぱ何するにも早いもんね。レストラン何個か行ってもそうだし、バスのアプリ見てもそうだけどさ、もうなんせアプリの開発力がめちゃくちゃレベルが高いしなあ。だって全部バスがどこであと何分に来て、あと何分で着いて、そこからどういったらこのお店に行けますとかさ、日本じゃないじゃんそんな。あんなバスが発達してんのに、ライドシェアもあればさ、そういうデリバリーも発達してるし、でもうさ、俺が住んでる時から全部ね携帯に入ってた。健康保険から全部自分の情報が。日本もようやくマイナンバーが始まったぐらいじゃん。もう2018年19年ぐらいからあったと思うよ。だからこのまんまじゃ置いてきぼりになるかも日本は。でもう一個びっくりしたのがさ、昨日レストランでご飯食べたら VAT が 8% だったじゃん。VAT って付加価値税っていうやつで、まあ日本でいう消費税みたいなもんなんだけど、で普通は 10% なんだよね。それがなんでか 8% でさ、調べたらやっぱこのコロナで大変だったのとか、いろんな状況を考えて国の発展に対して 2% 下げた方がいろいろといいでしょうっていうのを政府が判断したらしくて、でそれを今年の4月に判断して、で9月か10月からこの年末まで 2% 引きなんだって。だから VAT8% でいいんだって。で日本でもさ、なんかやってるじゃん、消費税戻すとかさ。で結局お金配ったり所得減税とかやってるけどさ、なかなかだし、来年とかいう話でしょ。そうやっぱすごいよね。そういうところのさスピード感っていうのもやっぱ、ベトナムでもこんなに速いんだから、アジアなんか多分どこも速いし、ちょっとねやっぱ危機感を覚えるよね。こうやって久しぶりに来てみてまた思うけど、やっぱベトナムに住んでる時はさ、いろんなことに対してのストレスも多かったし、日本との違いがあったし、で日本帰った時にもなんて天国なんだと思ったじゃん。でもスーパーはめちゃくちゃ綺麗だし、サービス一つとってもさ素晴らしいし、で快適に過ごせて、何不自由なく過ごせて、言葉ができるとかね、そういう話じゃなくて、もう全ての面でやっぱりホスピタリティとかも含めてやっぱ日本はすごいなと思ったけど、こう日本帰ってきて2年ちょっと、3年ぐらい日本で過ごしてみたら、やっぱりこのスピード感とかさ、そういうのに関してやっぱアジアはすごいなっていうのを感じるよね。これからちょっとどうなっていくかわからないけど、楽しみだね。だから東南アジアも決してもう東南アジアは物価の安い国っていう感じじゃないかな、今日一日過ごしてみて。だってもう今日のさご飯と今日の宿代だけで1万円超えてるんだ。別に贅沢してないじゃん。朝と昼とカフェ2回行って、宿も安宿だからね、言ったら2人で1人2500円ぐらいの宿でしょ。でももう1万円超えてるわけで、これから夕飯食べに行くけどさ、夕飯食べに行ったら宿代入れなくてももう1万円超えてるからね。1万円で何ができるって言ったら、ご飯、ベトナムのローカルご飯食べるのギリギリだったぐらいの、ちょっとオーバーするなっていうぐらいの感じだもんね。そういう物価感です、ベトナムは。ね、ホーチミンだから高いっていうのもあるけど、ホイアンとかダナンとかもうちょっと安かったし、都会、ベトナムで一番都会のところでこういう旅行したらこれぐらいになるっていうことだけどね。So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like